フードさんなんで今回梅さんと一緒に行かなかったんですか？今回ね、まず俺体調が良くないっていうのが結構あって、梅田さん一人大丈夫？大丈夫でしょ？いやけど梅田さん一人で海外、だってその、台湾とかもさ、行ってんじゃん。みんなね、心配すぎなんですよ。いや、俺、梅原さんと一緒にいるとき、物なくならないように結構見てんのよ。ガチで。忘れ物があるから。ただね、マジで、かいくぐってくる。俺を。マジで。どこだっけスウェーデンかなんかパスポートなくしたときとか、マジ無理だった。スウェーデンのやつはね、飯を、なんかマックみたいなとこ行ったんですよ。マックじゃないんだけど。で、なんかさ、あるじゃん。自分で頼むさ、無人のやつ。のやつやってて、で、だから、いっぱいあるから、俺は自分の、機械で買って、ルーム屋さんの機械買ったんだけど、なんかその時に、なんかバッグをなんか、開けてなんかやったっぽくて、そこなのよ。そこでなったの。そこでなんかパスポート置いたっぽいんだよ。そこのタイミングでパスポートを置く世界線って、あるのっていう、なんで出したのか分かんないし、なんで置いたのかもう分かんない。分かんないっていうか、俺、なくなるんですかみたいな。確かになんか、バッグガサゴソしてるのはなんか俺も見たんだけど、財布とかをさ、取るためなのかなと思うからさ、大野せ国籍、いや、これね、皆さん勘違いしない方がいいんですけど、俺がいなかったら死んでます、あの人。だから大丈夫です。これは、良かったです。いて。でそこはね、ちゃんと評価してほしいの。生きてるでしょ。俺ね、自我が低いっていうのがあるよね。自我がね、ちょっとね、低いんでね。俺もね、相当自分がね、自己評価とかもそうなんだけど、かなり低いなと思ってるね。勝負の世界、まあね、ゲームね、得意よ。勝負って俺が最強っていう人多いと思った。だから、それは、今からの人はそうなの。プロという世界に入ってきてる人たちは、そういうメンタルで入ってくる人は多いと思うんだけど、プロがない前の、ただゲームセンターにいた人たちだから、どっちかって言ったらね、社会に馴染めない人たちの方が多かったんだよ。だからあんまり、自我が高いくないんだよ。で、そういうプロでも自分が、で今から入る人は、すごい強気な人はどんどん増えていくんじゃないかなと思う。勝負事の世界に飛び込んでくるからね。プロゲーマーって。もともとは、今のおじたちのプロゲーマーは、別に勝負事の世界だと思ってないから。なんか結果的に勝負事の世界になったっていう感じよね。だって、サコさんとかも全然バチバチ感ないじゃん。サコさんゲーム、そう、俺もそうなのよね。ゲームやれてれば、ええやんっていう。で、時戸とかボンは、同じ世代なんだけど、すごくこう、プロゲーマーだなと思うよ。ちゃんとそう、仕事でやるっていう、なんか、他割とゲーム好きの延長はめっちゃ感じるね。ビジネスっていうとなんかちょっと違うんだけどね。だから姿勢をなんかちゃんと向けてるっていう感じなのかな。プロで一番プレイしている人、ガチくんじゃないかな。ガチくんやっぱすごいと思う。ザンギさんとかも相当やってるけどね。ももちとフードね。フードっていうか勝ちたがりでね。あれね、すごい盛り上がったよね。ああいうのいいよね。ちゃんとももちもね、参加してくれてね。梅ちゃん今年ハードだな。いやけど梅田さんやっぱいいよ。この調子でしよう。けど恐ろしいよな。なんか死ぬじゃん。頑張ると。寿命が短くなるじゃん。寿命を短くしてる作業をみんなで応援してるんじゃないかっていう説もあるから、なんかそこら辺まで考えると、どうなるかなっていうのはあるよね。だけど酒飲んでるよりは長生きするか。いや、俺はね、ちょっといや、9月5日、ちょっと楽しみなのよ。人間ドック。楽しみっていうか、なんか肺のところにちょっと影があるみたいな、言われて、レントゲンやった時にね。実際結構体調悪いから、どこまでなってんのかなみたいな。どんな感じなのかな確認していきます。一確認していく。35過ぎて確かにね、いや結構、体超強かったんだけど、結構今みんなボロってるからね。年相応なボロボロになるんだな。まあね、コロナね、俺もなったし。梅原さんもね、梅原さんコロナで死にかけたみたいな知らない人いるんじゃない？
その6から入ってきた人って、スト5の時のコロナの時に、まあ、あの人コロナになって、集中治療室までは行ってないんだけど、まあなんかもう結構やばい、ガチ死にかけたみたいな。またなんかね、まあバーチャル勢でもなった人が知っといて、重症っていうのかな。本人はマジで死ぬ思いするらしいからね。多分病院からするとまだ大丈夫でしょってなるんだけど、本人はガチでやばいらしいから。割と業界がね、おってなったんですよ。あ、厄年だったんで。厄年ってけど多くねなんか。あー、なるほどね。統計学ってことよね。統計的に、この時に、人間、驚いてやばくなるから、ちょっと意識しようよ、みたいな。この年に、まあその健康診断とか行けば、大丈夫だよ、みたいな。健康診断って毎年行くもんなの？いや、俺もね、いや、ビースト企画で、ビースト健康診断はやっぱやるべきだと思うんだよね、本来は。いや、言ってはね、いるけどね。それこそ、最春館さんのね、桜十字病院で、もう俺、その病院でね、ちょっとレントゲンとか撮ったんですけど、そこは怖いな、笑えない人が出てきて、いや、けどさ、それさ、どっちにしろ笑えないわけじゃん。どっちにしろ笑えないんだから、せめて笑いに変えた方がよくねっていう。みんなで共通な意識、共有をした方がいいじゃんと思う。だって、例えばガンだったらどうせ笑えないでしょ。言わなかったら笑えて言ったら笑えないとかだったら、言わない選択肢ってあるかなと思うんだけど、言っても言わなくても笑えないんだったら、企画にした方がマシじゃないかなと思っちゃう。孫さんとかって健康診断行ってんのかね？孫さんとかだって結構やばいでしょ？ああねえ、人気作家ほどね、あれ誰だっけ？寝る人。鬼太郎の人だ。鬼太郎の人。なんだっけ？やべ、あれ、やべ。家の、鬼太郎、なんだっけ？名前忘れちゃった。天しかいないんだけど、この時。あ、水木しげる。水木しげるさんとかは寝ろと言ってる感じだよね。ちゃんと寝ないと、みたいな。鳥山先生20分1週間20分睡眠寝てるでしょ、それ。無理でしょ。睡眠しなくなる、ガスとか吸わないとダメなんじゃない？